ピンポーン、ようこそ、秘密基地に今日もいらっしゃいました。まずよかったらですね、チャンネル登録やグッドボタンしてもらえると、今後の活動の励みになるんでよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日も秘密基地やっていこうと思うんですが、私、絶賛寝起きでございます。はい、寝落ちしておりました。ただいまですね、もう深夜3時なんですけど、ちょっとお風呂入ってね、寝ようと思っていたんですが、今日はですね、ちょっと私、ゆうちゃろうという旦那がいるんですけども、交際11年にもなるゆうちゃろうという愛しのダーリンがいるんですけど、いやー、申し訳ない。イケメンを見つけてしまいました。いやー、もうびっくり。イケメンさん見つけてしまいました。ちょっと目薬していいですか？あのさ、もうわかんない。今日寒くて、今日っていうか昨日か。なんか、もう寒い時はだから半袖なんですけど、なんか気温が気温差激しくない？あったかくなってきたなと思って、もう割と最近薄着で仕事するんですよ。結構体を動かす仕事なんで、すぐ暑くなるからさ、どっちかっていうと、こう、あったかい格好をするっていうよりも、こう涼しい格好してるんですけど、今日はちょっと舐めてて、めっちゃ寒くないみたいな感じでさ。で、花粉症もなんかまだなんだかんだいるからさ、結構きつくて。で、さっきちょっと喘息が寒暖差もあるのかわかんないんですけど、出て。で、こうちょっと吸入器みたいなの持ってるんで、それ吸ったらちょっと今マシになってきたんですけど、ね、もうかゆいし鼻水も止まらないし、もうほんと春は嫌ですね。まあそんなこんなでですね、ちょっと今日はイケメンを見つけてしまったっていうことで、その話をしていきたいのと、じゃーん、多分サムネにも載っけてた、ガーナの新商品が出てて、で、結構さ、前回出てた、でもガーナやったと思うんですけど、もしかしたら違ったらすいませんなんですけど、違う会社かもしれないけど、なんかこう、ぶどうの入った、こういうチョコにね、中身にぶどうが入ったやつと、バター系キャラメルか。キャラメルが入ったやつ。あれをミキティが、藤本美貴ちゃんね、がなんか紹介しながら食べてるやつを見て、なんかすごい美味しそうやなと思って食べたらめっちゃ美味しくて実際に。でミキティもブドウの方すごい気に入ってたから、食べたらそれがほんと美味しくって。で、多分これガーナやってる名前もと思って、なんかちょっと新しいやつだったんで、それ食べながら話したいと思います。まずはこれが、プレミアムガーナ。プレミアムって書いてるから結構ね、美味しそうでしょ。で、味がね、ショコラカレー、カオルティーラテっていうことで、世界三大銘茶のウバ茶を使用した、こう紅茶とミルクチョコの2層仕立てって感じで、めっちゃ美味しそうじゃない？これちょっと食べたいと思います。で、イケメンさんを見つけてしまったって話なんですけど、豚のね、これもちょっともう先に誤解なく言っておくと、一般人じゃないです。はい、芸能人です。はい。ごめんなさい、しょうもなと思った人いるかもしれないですけど、そう、でもね、なかなかさ、芸能人とはいえ、もう36年とか生きてくると、なんかこう、イケメンもさ、見慣れてきてさ、そんななんかキュンキュンすることってないわけですよ。てか、そもそもさ、ちょっと論点ずれてくるんですけど、イケメンの話はするから、ちょっと後で聞いてほしいんですけど、これってある意味一種の浮気なんかな？どう思います皆さん、これ。いくら芸能人とはいえ、他の男性を見て、あ、かっこいいって、なんかちょっとキュンキュンみたいな感じしてるってことは、これさ、ごまかしてるだけで、一種の浮気ですよね。と思うわけですよ。そう。難しい問題じゃないですか、これ。もう芸能人だから OK でしょとか思うかもしれないけど、皆さんにもね、推しとかいると思うんですよ。女性の方やったらかっこいい人、もしかしたら可愛い人も好きな女性もいるかもしれないし、男性の方やったら、女性のことは可愛いとかさ、あるわけでしょ。パートナーがいても。絶対あるわけじゃん。大体の人が好きな芸能人とかいるわけでしょ。これもさ、一種のちょっと浮気の入り口ではあるよね。とは思うよね。何の話でも、ブータンには別に、もうゆうちゃろう一途なので、ゆうちゃろうから離れることは一生ないですし、もう大好きな変わりないので、安心して聞いてくださいね。でもちょっとふと思ったわけ。こういうなんか他の人を見てなんかちょっと、うん、そういうことを思うってことは、一種の浮気っちゃ浮気なんか、美味しいです。話がずれまくり。食べやすい、めっちゃ柔らかくて、
チョコがキンキンに冷えたチョコ好きな人いると思うんですけど、チョコは冷やさっていう人結構見てきたけど、よりもこうちょっと、なんやろうな、とろける感じの食感の方が好きで、これもちょうどいい感じの柔らかさで、柔らかすぎず、硬すぎず。で、噛むとジャリジャリ、ちょっとプチジャリジャリ。しっかりジャリジャリっていうよりは、プチジャリジャリしてて、本当にちょっと紅茶のいい香りがふわーって噛んだ瞬間広がって、すっきり食べれるっていうんですかね。チョコって結構甘くてさ、ずしってくるやつも多いけど、これはちょっとすっきりめで食べれるから、これはちょっとリピートありですね。ただ紅茶味結構もともと好きなんで、どんなものでも。これはちょっと好きです。大好きです。はい。いい感じ。で、もう早くさ、そのじゃあイケメンは何なのかって話をしようって感じなんですけど、ちょっとそれると、僕らさ、トゥアスも今大好きなんですよ、トゥアス。過去にも動画上げてると思うんですけど、もうすぐサードアルバムが出るんですけどね。もう相変わらずキュンキュンさせてもらってて、トゥアスには。もう可愛いって感じ。どっちかというとこういうなんか性的な目で見てるっていうよりかは、もう可愛いんですよ。これが多分推しっていう、もう当てはまる言葉だと思うんですけど、もうなんかもう、可愛いんです。もう見てて。なんかもう、親心じゃないけど、なんかもう頑張れみたいな感じにさせてもらってるっていうか。でも日本デビューも決まってさ、トゥアス。だから、夏頃に多分日本デビューするらしくて、これは、いろいろ話がごっちゃごちゃややこしいですけど、これもプレミアムガーナということで、サブレショコラ、ソルティバター。これなんか過去に似たようなやつ食べたことある気がするんですよね。こうちょっとトリュフ系のやつに、なんか中にちょっとこう、サブレが入ったやつだから、ちょっとサクサク系やと思う。豚チョコのサクサク系って結構好きなんですよ。ナッツとか、マカデミアとか入ったやつとか好きやから、これはちょっとナッツ系ではないけど、こんな感じでちょっと丸くなってて、いただきたいと思います。あ、待って。思った以上に、いきなりサクサクが来る。うまっ。これも好きかな。これ中身にさ、サクサク系入ってるやつってさ、割と表面のチョコがしっかりしてるから、中たどり着くまでちょっとだけ時間かかったりしない？だけどこれ、なんかもういきなりサクってくる。しかもそれこそナッツとかそういう系、そっち系じゃないから、サブレやから、いきなりジャリジャリ感が来るから、結構中にこういうのが入ってるのが好きな人は好きかもね。なんかチョコはチョコでちょっとこう確かに、後から、なんやろね、表上はサクやねんけど、ちょっと滑らかな食感も口の中で広がってくれるので、なんかちょっと面白い。なんか今まででありそうでないサクサク系チョコですね。これも、ちょっと紅茶には負けるけど、全然これもリピートありですね。でさ、ツアースの話戻していい？いや、もうすぐ日本デビューするんで、ライブがあるかもしんないじゃないですか。で、最近そういうなんていうの、握手会的な、そう CD 買った特典とかでハイタッチ会とかは行けてないんで、CD は買ってないんで、でもちょっとライブあったら、さすがにちょっとファンクラブ、メンバーシップっていうんですか、入ろうかなってちょっと悩んではいるんですけど、わかんないけどね、まだ悩み中なんで、それぐらいちょっとトゥアスは可愛いなと思ってます。で、ちょっとその話、論点ずれると、論点もずれなくていいか。で、今日のイケメンさんはトゥアスの話じゃないんですよ。で、私が見つけてしまったのは、なんと、じゃあもう名前発表しますか。なんとその子は、名前何やったかな名前最近さ、やっぱ覚えれなくなるんで、年いくと。岩瀬洋二くんっていう俳優さんを見つけてしまって、でその子ももうめちゃくちゃ綺麗な顔してるんですよ。だから久々になんか、顔だけを見て、綺麗なって。この子何者やろって、なんかちょっと気にならされた子で、すっごいなんか綺麗な顔してるんですよ、とりあえず。で、なんで知ったかって言ったら、たまたま YouTube で、高橋文也くんっているでしょと、あと、ちょっと待って、名前が、なんとか京也くん。名前忘れた。ごめんなさい。で、僕はその京也くんの子を知ってて、で、
まあ、ブータラ鈴木愛理ちゃん好きって言ってるじゃないですか。覚えてるかわかんないけど。でその子って、基本、まあ、アイドルというか、まあ、歌手なんですよ。今、ソロでやってるんですけど、鈴木愛理ちゃんがね。で、今、なんか、この司会やったりとか、まあ、CM とかもいっぱい出てたりとか、まあ、バラエティにも飛んでて、で、女優もやってるんですよ。で、その女優をやった時に、なんて名前やったっけ、なんていう、ちょっとドラマの名前忘れちゃったんですけど、ブラックシンデレラじゃない方。なんかアベマのね、アベマ系のドラマで主演やってて、で、その時に相手役やったのが京也くんやったんですよ。で、高橋文也くんもなんとなく存在を知ってて、で、何気なくなんかちょっと開いてみたんですよね。もう一人3人の対談みたいな感じだったんですけど、その動画の内容が。で、よくよく見たら同じ事務所の子たちらしくって、その3人がね。で、その中にいたもう一人がその岩瀬洋二くんやって、で、なんやこの、その時にもう見た第一印象が、その高橋文也くんとか、京也くんもイケメンなんですけど、なんか、まあ、イケメンやなぐらいにしかとどまらないんですよ、いつも。イケメンな人を見ても。だけど、その岩瀬洋二くんは、なんか綺麗この人何みたいな。まあ、うっすら化粧もしてるんですけど、なんか宝塚の、なんか女役みたいな綺麗な男の子なんですよ。なんかちょっと表現するなら。皆さんちょっと調べてみてほしいんですけど。ね、すごい綺麗やなと思って、なんかそこからなんか自然なトークとかも聞いちゃって、なんか喋ってる姿もなんかちょっと見た目のなんかこうちょっと綺麗めとは話してちょっと可愛い系というか、なんかちょっとなんかね、可愛らしかったんですよ。気持ち悪いな、こんな話をなんかしてる自分、なんかちょっと冷静になったら気持ち悪いなと思ってきたんですけど、まあ聞いてください。でなんかちょっと気になり始めて、なんかそっからいろいろさ、どんな子なんやろみたいな、何してきた子なんやろと思ったら、なんか、過去にさ、BL ドラマやってて、で、ベトナム結構 BL ドラマって、見出したら結構見れちゃう人なんですよ。で、漫画とかは正直あんま見たことないんですけど、なんか、オッサンズラブとかさ、あの、港町のコインランドリーのやつとか、あと、美しいカレーか、八木優生くんとか出てたやつね。ああいうのとか、なんかちまちまーっとなんかたまに見たりしてるんですよ。で、まあちょっとこう、今回そう調べたら、岩瀬くんが BL ドラマ出てるっていうことで、しかも今、ブータラフール契約してるんですけど、フールで見れる内容のドラマやったんですよ。で、名前が、宝のビートロって書いてる。で、まあ、さっきもう寝落ちして起きてから、あ、そういえば、岩瀬くんやと思って見ようと思って、じゃあちょっとついこれいただきますね。これは、ショコラホイップミルクバニラ。北海道産の生クリームを使用した、こう中にちょっとミルク入った系ですね。これがちょっと前あったブドウが入ってたチョコに似てる感じ。そうで、その宝のビートロっていうドラマあって、で、それちょっと今見てたんですよ、1話。なんかまあ見れそう。なんかめちゃくちゃハマりそうではないけど、正直。なんかちょっと内容がね、特殊というか、まあ、大学がこう、舞台なんですけど、なんか田舎町のダブル主演らしくって、もう一人の子が、名前ちょっと忘れたの、大西、なんかエイトくんみたいな名前多分呼び方違うかも。なんかそんな名前の子、小西やったっけ、小西エイトくんかな大西と小西じゃちょっと大違いですよね。で、そこ岩瀬くんとダブル主演で、そのもう一人の岩瀬くんじゃない方の子が、田舎の子で、田舎から東京の大学に来たんですよ。で、その東京にもともと大学生でいるのが岩瀬くんで、岩瀬くんは先輩なんですよ。で、そのもう一人の子が後輩役で、なぜその田舎の子が東京の大学にわざわざ来たかって言ったら、実はその岩瀬くんに過去に、こう、励まされたことがあって、で、それのお礼を言いたくて、大学にわざわざ来たって、なんかちょっと設定がなんかちょっと、と思って。なんかすごくないみたいな。まあ、いくらな過去にどんな励まし方をされたのか、わかんない感じで最初始まるやん。と思って。そんな感謝するためだけに大学、わざわざ東京を選んですごくないとかと思って、なんかちょっとあんまり共感できなかったんですよ。すごすぎて。なんか設定すごいなと思って。で、もうだいぶ田舎のとこから来てる子やから、表現とかがすごいあって、東京に馴染めるか不安なまま大学来るんですけど、で、まあいろんな、なんかサークルこう、受付みたいな人とか立ってるじゃん、大学とかって最初の初め、入学式らへんって。
そんな時に、やっと先輩を見つけるんですよ。でもなんか思わず急に手ギュッとかして。で、先輩覚えてますかみたいな感じで、なんか僕はこうでみたいな、なんか怖いやん、急に先輩からしたら、誰みたいな。なんかたまたま出会ったらしいの、山道で。この二人は。そう。で、まあ何かを理由に励ましをもらって、すごい感謝してるんです、みたいなことを言ったら、なんかその岩瀬くんもちゃんとあの時泣いてた子かってちゃんと覚えてて。だけど、なんかそんな理由でわざわざこの会いに来るっていうか、その大学受験しに来るって気持ち悪ってこう跳ねのけられちゃうわけ。普通なんか、みたいな。ありがとうとかな感じやん。だけど、結構冷たくする系のクールな役やって、岩瀬くんが。で、なんかちょっともう一人の子はショック受け取ってさ、みたいな。気持ち悪いのかなみたいな。なんですけど、なんかちょっと山を登る系のなんかこう、あれ、なんか山男。なんか山登ることになる、そういうサークルが多分大学にあるらしくて、でそこに入ってるのが多分岩瀬くんで、で、もう一人の小西くんだか大西くんだかも、なんか山登りに参加するんですよ。ね。どうしてもなんか話がしたくてみたいな、あの時の、僕が泣いてた時の。ね。で、分かったと。そのお礼を言いたいのは分かったけど、じゃあ山頂に行ってから話は聞いてあげるみたいな、なんかちょっと上から目線でで、ちゃんとこう、山頂まで登りきるんですけど、そこでちょっと足くじいちゃうんですね。で、足くじいちゃって、ね、いたって一人でちょっと困ったわけ。友達も来たばっかやから、なんかちょっと自分が田舎者っていうのも自覚してちょっとさ、方言を喋っても、その友達になんか、今なんて言ったみたいな感じで伝わらなかったりして、ちょっと、他の人とね、喋るのがちょっと億劫になって、で、一人でテントでもうなんか痛いな、足くじって痛いなってなったら、なんと岩瀬くん登場するんですよ。なんで岩瀬くんはなんだかんだ見てるんですよ。小西くんだか大西くんだかのこと。てか、そもそも大西でも小西でもなかったらどうしよう、この人のこと。すいません。で、ね、湿布持ってやってくるわけ。なんなんこの、なんかクールイケメンとか持って。で、なんかその時に、ずっとお礼を言いたかったけど、なんかもう俺を言うタイミングも逃したわけ。なんかもう億劫になってて、大西くんだか小西くんだかが。だけど、湿布貼りに来てくれたから、その時にちゃんとあの時ね、お礼を言ったわけですよ。んで、なんで泣いてたと思うで、これ結構引っ張る系かなと思ってたんですよ。後々まで。なんか泣いてた理由とか、励ましてくれた内容。でもなんかもうあっさり1話で教えてくれて、でさ、そこでちょっと動機も抜かれたのが、インコを飼ってるんですね。小西くんか大西くんだか。確かにインコの写真最初写ったんですよ。亡くなってる姿。なんかちょっとこう、ね、亡くなった後に飾る写真みたいなのを見て、なんかちょっと頑張ってくる、行ってくるけ、みたいな感じで言っとってさ。で、どうもそのインコが亡くなった直後に山で泣いてて、で、たまたま東京で山登りが趣味やった岩瀬くんは、その泣いてる子、なんかもうずっと昼間ぐらいからなんか夕方ぐらい、夜やったかなあれ。まあなんか泣いてるもんやから、岩瀬くんが気になって喋りかけたら、どうもインコが亡くなったっていう内容で泣いてはって。そう。で、それを、だけど、なんかうまいこと励ましたんですよ、岩瀬くんがね。なんか、お前には、今こうやって泣いて、ずっと家に帰ってこないことを心配してくれる家族がいるわけやろって。それだけでいいじゃん、みたいな感じで。いいことだよ、みたいな。ちゃんと気をつけて帰るよ、みたいな感じで、励まして帰ったっていうエピソードがあって、だけどすごい素敵なエピソードだけど、それだけでそんな大学にね、わざわざ、たまたまどっから来たんですかって聞いたんですよ。小西くんだか大西くんだか。で、じゃあ東京のから来てるみたいな。で、こういう大学から来てるっていうのをなんかわざわざ言うわけよ。で、それをしっかり覚えて、大学通うわけよ。なんかすごくないと思って、なんかちょっと設定がすごいなと思って、ブータウじゃ考えられへん内容やから、なんかあんま共感できなかったんですけど、でもちょっとなんだかんだ気になるじゃん、今後の展開が。で、実際この話をその岩瀬先輩にしたけど、でも実際確かに自分はここに来て、何をしたかったんやろって、やっと冷静に自分を見つめ直すわけ。ねえ、岩瀬さんにそれを聞かれて、何がしたかったわけみたいな言われた時に、なんかもっと触れたいみたいなこと急に言い出すわけ。大丈夫と思って。じゃあ案の定岩瀬くんは、なんか気持ち悪いとかって言われて、冷たくあしらわれて、ねえ、でも、なんか、お前山好きなんで最後に手立ち触る時に言うわけよ。で、ああ、みたいな。好きです、みたいな。で、ちゃんとさっき、
小西くんだか大西くんだかが山をこう登ってる途中でね、花をなんかこう結構見てたわけ。で、田舎者の子やから結構花を詳しいわけ。あ、これ咲いてる、これ咲いてるみたいな。で、それをちゃんと見てるところを見てるんですよ、岩瀬くん。なんだかんだ気になっちゃってるわけよ。そう。で、まあなんか来週に続くっていう感じなんですけど、で、なんか友達もできてさ、小西くんだか大西くんだか最後。で、ちゃんと方言も通じて、東京でやっていけそうみたいな感じで終わって、でしかもその友達ができる瞬間もちょっと岩瀬くんを遠くから見てるっていう。まあ今後この二人なんか絶対なんかね、くっつきそうじゃんみたいな感じなんで、まあめちゃくちゃドハマりはしてないんですけど、正直。まあでもちょっと、ね、岩瀬くんの演技力もちょっと気になってるところなんで、どんだけ惚れてんねんな。そう、なんかちょっと久々に、こう、一目惚れじゃないけど、なんか美しい人いるなみたいな感じで、見出してますっていう話でした。はい。じゃあ最後にこれ食べて。あ、おいしい。噛んだら一気に柔らかい。ほろってとろけて、中にバニラが香ってますね。じゃあ終わりましょう。何分喋った？ 20分喋ってんの結局。豚もう17分で終わらせたいのに。ごめんなさい、いつも長い話付き合ってくれて。では、またね。バイバイ。おやすみ。